皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月、11月、12月と3ヶ月をまとめて星の解説させていただきます。もう残り3ヶ月しかないということで、有意義に過ごせるように星を解説するんですが、タロットと違って星の動きっていうのは私たちの意識で変えられない部分なので、運勢、天気予報として活かしていただければ嬉しいです。そして最後にはタロットでも3ヶ月分まとめて気をつけることを見てみますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。ではお羊座さんの10月から解説していきます。まず3ヶ月の中で一番強いエネルギーがあるのが10月なんですね。10月に決めたことや取り掛かったこと、そして底力をつけたことが11月、12月っていうふうに自然に流れていきますので、ぜひ10月は意識的に過ごしてみてください。で、どういった月かと言いますと、詳しくは星の流れ今載っていると思うんですが、やはり一番強調されているのはパートナーシップです。人間関係、契約、人とのつながり方が変わってくる1ヶ月になります。10月5日からはビジネスにおいても交渉とか取引や面談とか契約を直したり修復したり新たな新規の契約をいただいたりっていうのもとてもいい時なので、非常にバランスをとって関わっていけるタイミングが始まります。そして10月9日からはご自身の健康や生活スタイルも整えようということで、一つだけが何か突起していいというわけではなく、全体まんべんなく全体的に整えられる感じがするんですね。生活スタイルにしても時間の使い方にしても人との関係にしてもお仕事に関しても全部整えながら誰とつながっていくのかっていうのが強調されています。そして10月12日から火星というバイタリティがね、蠍座に入るということで、非常にここから底力を燃やしていくぞっていうタイミングになるんですね。で、その後すぐに10月15日に、日食があります。この金環日食っていうのは先ほど言ったみたいに人間関係、契約っていうものがとっても強調されているんですが、同時にお羊座の皆さんにとっては今自分が何をしたいのかとか、どう生きたいのか、どうありたいのかっていうことをすごくその強さっていうものが内側から湧いてくるみたいなタイミングなので、他者との関係がただいいから何もなく問題なく嬉しいことが起こって仲良くするっていうのではなく、自分の強さや意見っていうものを持ったまま認めたまま、どのように喧嘩することなく争うことなく他者とうまく関わっていくかっていう、そのバランスを取っていくきっかけが、10月にあるんじゃないかっていう感じです。その中でも特に10月15日が日食ということですごくエネルギーが強いので、いろんなことを感じるかもしれません。中にはこの日食の時に少し体調が悪いなとか、なんだか調子がいつもと違うなって感じられる方もいらっしゃるかもしれないんですが、それだけ今までの不具合を調整していっている状態だと思ってください。これは自分が、例えば対人関係においても本当はこう言いたいんだけどそれを言えずに飲み込んでいたとか、我慢していたことっていうのも体の中に溜まってたりするので、それを消化するためにちょっと体がちょっと痛みを発してるとか、何か眠たくなってるとか、そういういろんなことでバランスをとってると思ってくださいね。で、そして開運といいますか、一番この運を活用しようと思ったら、やはり人と積極的に関わっていくことです。ちょっと面倒くさいなとか、なんか嫌だなと気遣うなとか思ったとしても、でも関わることで得られることがたくさんあるっていうことなので、10月は本当に開運は人と関わることです。別の言い方をすると、誰と関わるかっていうのもそうなんですけど、どことつながるかっていうことなんですね。で、それもまた一人の人って言っちゃうととてもパーソナルなね感じなんですが、実は何のエネルギーとつながりますかっていうのをここで選ばされるっていう感じがあるので、もしご自身がすごく高い目標を持ってこうなりたいんだっていう目標を掲げたとしたら、その高い目標に見合ったエネルギーに自分が近づいていくっていうことで、そういう人たちとのご縁ができてくるっていう形になるんですね。なのでこの10月に何を選ぶかは自由なんですけれども、ぜひご自身の人生にこの毎日の生活に入れたいもの、どんな人と関わりたいかでもいいですし、自分がどうなりたいか、それにふさわしい人たちっていうものを引きつけると思って積極的に関わってみてください。はい、そして10月24日から
太陽が蠍座に入るので、ここから本当にね、力強い深い決断をしていくみたいな時なんですね。まだ10月の24日までっていうのは、初めましてとかいろんな可能性っていうものが自分の中にバーッと目の前に並べられる時で、その中から何を選ぶのかもそうだし、どうしたいかもチョイスしていく。そして自分が選んだものを10月24日からさらに深めていくっていうことなので、自分が決めたことにものすごい力を注ぐ、努力していくっていうのもできる時です。そしてさっき言ったその何か自分が欲しいエネルギーとつながっていくって言った時に、深くそこからサポートされる、何か恩恵が来る、受け取れるっていう流れの始まりでもあります。それから10月29日が部分月食ということで、やはり15日が日食で29日が月食でなるととてもエネルギーが強いんですけれども、この辺りはすごくサポートが来てると思っておいてください。なんとなくほかほかするとか、自分が頑張れていることを自分で誇りに思うとか、なんか10月にね、頑張ったことをやってることに対して評価が来たり、自分でもこれでいいって思えたりっていうすごく豊かな感覚があるので、ぜひその豊かな感覚を受け取ってください。さらにその後もですね、例えば30日とか31日あたり、10月の末あたりっていうのは、非常に思考と考えていることとかね、マインドと行動が一致しやすい時なので、決めたらやるとか、やったら急にアイデアが湧いてくるとか、非常にね、なんだか次のステージへ行く扉が開くみたいな感じなんですよね。あくまでも10月に決める、つながる、決める、やるっていう、その後に、あ、ちょっとできたなとか、ちょっといい感じだぞって自分で思ってるからこそ見える次の扉がある。で、それが自然に自動扉のように開いていくんじゃないかなっていうのが10月末の動きです。そして11月は、そのままその流れで新しく開いた扉がスムーズに流れていく、順調に流れていくっていうのが一番の特徴です。どちらかというと、これは表舞台で頑張るというよりは、裏側とか何か見えないところで本当にエネルギーを燃やしている、もう肥やしている、自分の実力とか、もうすごい内側のね、バイタリティっていうものがどんどん超えていくっていう時なので、とても力強いです。絶対に諦めないぞとか、やってみせるぞっていうような強いエネルギーとともにありますので、これをぜひプラスの方に活かせれば、ものすごくいい進化、水面下でものすごく掘っていってる時なので、これとてもプラスになります。はい、その後11月8日から、金星というね、華やかさとか美しさとか社交性というものもパートナーシップのところで応援に来ますので、人との関係が柔らかくなるとか、ご自身の評価が、自分でも自分を認めやすいし、他者からの評価もとても良くなる時なんですね。なので、ちょっとさっき言ったね、10月めんどくさいなとか嫌だなと思っていても、関わることによって得られる恩恵がたくさんあるっていうのが、この残り3ヶ月の動きなので、11月にもう11月の頭にもそれを感じていらっしゃると思います。そして11月13日が蠍座で起こる新月なんですが、この新月っていうのもとっても深い愛のエネルギーが届くなっていう感じがありまして、これはさっき言ったどのエネルギーとつながりますかって言った時に、そこから深い愛を得る、すごいサポートが来る。で、このサポートが来ることによってより一層安心して自分の力を出すことができる。挑戦していけるっていう流れになるので、まだ表には出てないんですけど、内側でどんどん肥やして育てていってる感覚です。これは自分の力だったり、自分の英知だったり、知識、経験というものを肥やしていってる段階になりますね。で、この感覚が実はまたね、来年2024年にもつながってくるので、表面的にはそんなに派手ではないんですが、11月って深いところではものすごいエンジンが燃えてて、このままのこの馬力だったら来年もいけるみたいな感じの時です。とてもバイタリティ溢れるいい時なので、ぜひご自身の進みたい方向に行くための努力を頑張ってしてみてください。そして、もしその間ね、苦しいなとか、なかなか全然日の目が出ないっていう方もですね、11月22日以降は、ちょっと晴れやかに、やっと外に出てきたみたいな、やっと自分らしくなってきたっていうかね、成果が出てきた、これでいけるっていう、なんだか次の、なんか明るい兆しが非常にあるんですね。その後に11月27日が満月です。で、この満月はとても、アイディアとか何か
何かの切符が入るみたいな感じがありまして、それはご自身の頭の中で思い浮かんで、あ、次はこうしたらいいんだとか、もしくは次こっちに行くのねっていう道案内みたいなヒントが来たりとか、なんかね、切符を手にするっていう感じがするんですよね。これはとても聡明なエネルギーです。そしてとても軽快で飛んでいきそうな、このなんか本当にチケット、飛行機のチケットみたいな、飛んでいけるチケットが手に入るっていう感じのエネルギーが11月27日です。おそらくこの時っていうのはとても気持ちが前向きで、どこまでも走っていけるみたいな感じですね。でもなぜそこまでね、バイタリティ強くできるかっていうと、やはり10月に決めて頑張るからこその11月のステップがあるっていう感じなので、11月は本当に10月に決めたことがもうぐーっと順調に進んでいく。そして11月27日の月末に向けてさらに自分の中の力がだんだん上がってきて、よし行くぞみたいな気持ちになってると思います。そしてその次12月ですが、なんか12月もですね、非常に軽快で、なおかつ清々しいっていう感じがします。特に12月4日とかってとっても仕事がうまくいく、もしくはこれでいいんだっていう体感があるとか、体力があるっていう感じがしますね。なんかあまりね、うじうじしてる感じがしないんですね。もちろんお羊座の皆さんの中にも、ちょっと私はネガティブですとか、ちょっと今うじうじしてますっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、エネルギー的に非常にカラッとしてる。そしてなんか本当にフロリダですかっていうような、晴れやかな天気の中で、自分は何でもできるとか、バイタリティがある、行きたいところに行けるみたいな、そういう精神なんですね。ですからとっても気持ちが明るい、外を向いている。進んでいきやすいタイミングの運勢にあると思っておいてください。で、もし、とはいえね、ご自身の性格で、いや、私そんな怖くてできないんですっていう方も、運勢が味方している、今とっても晴れやかで、すごく気持ちいい風が吹いてて、自分が外に行けば、もしかしたら助けてくれる人がいるかもしれないとか、協力者が出てくるかもしれないみたいな、そういう進みやすい時だよっていうことを、ご理解いただいた上で、じゃあやってみようかなって言って、ちょっと怖いけど行ってみるとうまくいくっていうような時になります。なので、もったいない使い方として言うと、この晴れやかな時に寝込んでしまうとかですね、それはちょっともったいないかなっていう感じがしますね。で、何も本当に物理的に外に行かなきゃいけないとか、太陽の下に行かなきゃいけないってわけではないんですが、ご自身が行きたい方向、なりたい自分に向けて、晴れやかに何の障害もなく進んでいけるエネルギーがある時だよっていうことなので、中には本当に外に一歩も出ないけど、家の中でものすごい勉強して、すごい成果を上げている、すごい吸収しているっていうこともあります。で、この家の中でしっかり勉強することが、後々のね、じゃあ自分の生きる道になったとか、何か国家資格取れましたとかですね、そういうことにもなり得る時なので、行きたい方向に進んでいきやすいタイミングだと思っておいてください。実際にもしかしたらちょっと遠方に行く機会とか、出張とか、ちょっと遠くに行ってみようかなっていうことで、いろんなところに行く機会があるかもしれませんね。でもそれも物理的に動くだけじゃなくて、動くと同時に自分の意識も拡大している、可能性も拡大している、もしくは自分の可能性を見つけに動きに行っているっていうこともあり得ます。そして12月13日が新月なんですが、この12月13日の新月の時に、ぜひ来年のね、計画や意図を立てていただけたらいいんじゃないかと思います。同時に12月13日から水星が逆行しますので、少し振り返ったりとか、見直したりとか、ちょっとスケジュール組みにくいなっていうものが、ちょっと年末があるかなと思います。これは1月2日まで逆行しますので、ですので、できるだけ、前半のうちにいろいろ済ませておく方がいいかもしれないですね。ということで、ちょっと12月は簡単なんですけども、この3ヶ月の中の重要なタイミングっていうのは何といっても10月。そして自分がなりたい形、関わりたい人、そのエネルギーとつながるっていう風に決めていただければ、そのようになる。で、あとは11月は必死で努力してください。やったらやった分だけ進める時なので、ご自身のためにプラスになる行動をとっていってください。それが肥やされていく、自分の自信につながっていくっていう感じがします。はい、あとはもう12月は好きにどこでも行ってくださいねっていう感じですかね。はい、ちょっとこれを踏まえた上で、ちょっとタロットも見てみようと思うんですね。ちょっといつもと同じやり方でやります。スプレッドは。そしてオラクル。